平日夜8時、女は東京駅の東海道新幹線ホームに立っていた。1週間の疲れを流し込むように、まずはレモンサワーで喉を潤す。そして帰宅ラッシュの争奪戦を勝ち抜いて手にした焼き鳥弁当。それは戦利品とも呼べる一食だった。だが旅はまだ始まったばかり。食事を終えても彼女の手は止まらない。チャットを確認し、翌日の予定を整理する。仕事に就業時間という概念はない。数時間後、たどり着いたのは岡山県。久しぶりに再会した友人から一言。飲みに行こう。断るという選択肢は最初から存在しない。も肝臓も今日という一日の業務を終えることは許されなかった。宿へ戻る頃には日付はすでに変わっていた。それでも彼女はむくみ対策だけは決して怠らない。明日の自分のために美しさへの執念は睡眠時間より優先される。時計の針は午前4時を回る。ようやく眠りについた彼女だったが、3時間も経たないうちに再び目を覚ます。身支度を済ませ、急ぎ足で次の現場へ向かう。この世で彼女が最も恐れるもの、それは寝不足ではない、むくみだ。今日もまたあの一本を飲み干す。そして向かった先は妹のように慕う友人の結婚式。ウェルカムドリンクを手にしたその瞬間から涙は止まらなかった。失った水分と塩分は酒と絶品のコース料理で補給する。人はなぜ祝いの席でここまで泣き飲み笑うのか。その答えはまだ誰も知らない。翌日、彼女は再びデスクの前にいた。前日まで岡山にいたとは思えないほど日常は何事もなかったかのように始まる。済む間もなく終わらせるべきタスクをこなし、資格取得へ向けた勉強にも手を伸ばす。そしてまた一晩が過ぎる。次に彼女が向かった先、そこは推しのいる場所だった。会うためなら時間も惜しまない、お金も惜しまない。誰に理解されなくてもいい。本人が幸せなのだから。ガンジーは言った。明日死ぬかのように生きろ。彼女もまたその言葉を独自の解釈で実践していた。焼きそばを3人前。次にいつ食事ができるのか。最後に食べたのはいつだったのか。もはや彼女自身にもわからない。十数時間後、カメラが捉えたのは羽田空港国際線出国ターミナル。数日前まで岡山にいた女は今度は日本を飛び立とうとしている。彼女はどこへ向かうのか。そして何を追い求めるのか。会社員としての顔、趣味に生きる一人のファンとしての顔、そして新たな挑戦を続けるもう一つの顔。立ち止まる理由はまだ見つからない。次に降り立つ街で彼女はまた新しい物語を紡いでいく。その歩みからこれからも目が離せない。